じゃあこれをどうすればいいか。涙が出て多い場合は主治医に言って、場合によってはさっき言った涙の通り道が狭くなったのを広げる手術だとか治療を受けなきゃいけないってこともありますね。眼科医の平松です。今日は目頭切れると要注意っていう話をしようと思います。目頭を切ってしまうとそれによって目の状態が結構悪くなっちゃうことがあるんですね。でそういうことってそんなには起きないんだけども、もし起きた時のためにこれって早めに眼科に行かなきゃいけないんだ、本当に緊急って言ってもいい状態なんですよ。なのでちょっと今日のことを覚えておいていただければと思います。目頭のところを切ってしまうと何が悪いかっていうと、涙道というところが悪くなる、涙小管断裂とかって言ったりします。なんかあんま聞き慣れないなって思うと思います。涙小管っていうのは私涙って名前なんだけども、それは種類の涙って名前なんね。今回言う涙小管っていうのは涙っていうのは涙とも読むじゃないですか。で涙の小さい管って書くんですね。何っていうと、目の玉あるじゃないですか。本来我々は涙っていうのが分泌されて、それが少しずつ、パチパチとやって目の表面を守っている。そしてそこから鼻を通って口に流れていくっていうのが涙なんですよ。だからよく、すごくと泣きじゃくった時って鼻水が出ちゃったりだとか、なんか口がしょっぱい味がしたりだとかっていうのがある。あんま泣かないかもしれないけど、もしそういう機会があったらそうじゃないですか。なんていうかな、花粉症で涙出る時あると思うんだ。そういう時の場合もちょっと目がね出て、そのまま涙がね鼻水になったりとか口のことに来たりとかあれなんです。というのが、目から目の内側にですね涙点っていうね点があって、そっからちっちゃい管を通って鼻につながっていくんですよ。そこの管の通り道が目頭のところにあるんですね。この目頭のところを、表面の皮膚がちょっとただれて切れたとか、ですねかぶれて切れただとか、こすって傷がついただとか、そのぐらいだったら問題ないですよ。例えば紙のね、普通のペラペラの A4 の紙でプチュッと切れたとか、ぐらいだったら問題ないんだけども、大きく切れちゃった場合、血が出るけど見えなくないし、目の玉に当たってもないから大丈夫でしょうって思いますよね。思うんだけども、この涙小管が切れてしまうとですね、涙が鼻から口に抜けていく通り道がもうダメになっちゃうんですよ。するとどうなるか、涙が目に溜まってもうぐじゅぐじゅになってしまうんですよ。するともちろんね、眼球はいいです。眼球はいいんだけれども、見づらくなったりだとかしてしまうんですよ。そうか。でそこを切れたら、ちょっと落ち着いて眼科にとか病院に行けばいいんだなと。これね、落ち着いてちゃダメなんですよ。どういうこと？切れたら早めに受診して、切れたところを縫っといてもらわなきゃいけない。バッサリ切れた場合なんです。これなぜかっていうと、涙小管って本当に細い管なんですよ。もう針金の太さあるかないかぐらいな感じの、本当に細い管。僕の指よりも細い、全然細い、管なんです。なので切れてしばらくするとですね、体って治ってくるんですよ、変な感じで。だから切れたまま微妙にくっついちゃったり、普通のところでもそうじゃないですか。ちょっと手が切れてちょっと変に治っちゃったりすることありますよね。あんな感じで治りやすいんですよ、まぶたが切れた時で。切れてしまって治ってしまうと、涙の通り道自体が本当は管だったのがバサッと切れて、こうやって治っちゃったりするんですよ。すると流れがいかなくなっちゃって治りませんとかってなってしまうので、できればその日中にかかって治療を受けになっていただいた方がいい。じゃあどういう時にそんなバサッと切れることがあるの？それはね、普段の生活しててバサッと切れました、
あんまないんですよ。どういう時か。一つはサーフィンとかですかね。サーフィンしててサーフボードとかがこうサーフィンしてる時ってこうなんていうかな、海の水面近くに目があったりするんで、そこにサーフボードがシューッと来てバサッと切っちゃうことがあるんですよね。なので、サーフィンをしてる人とかの場合は注意ですね。あとは刃物を扱っていて、それが刃が欠けたりだとか、なんていうかな、バキッと割れたとかっていう時があるんですよ。結構あるのが、結構はないんだけども、ノコギリとかレンノコとかああいうのありますよね。あとね、一般の方であるのはね、家庭の草刈り機ってあるじゃないですか。草刈り機をやってる時って電動草刈り機ってね、いわゆるこう鉄の刃がついててバーッと回ってて、それがバキッとかけてバサッと刺さっちゃうとか、あとはその草刈り機に飛んだ、小石みたいのでブサッといっちゃうとか、そういう感じの系列もありますよね。あとは稀な例で言うとクマありますね。クマみたいのにバシャッとやられるみたいな、その場合はさすがにね、病院に行くと思うので、さすがにクマの場合は皆さん病院行くと思うんでいいんですけれども、そうでなければ、いわゆるこう普通の鉄片とか、そういうものが刺さってきた時は、緊急での治療をした方がいいんです。で、治療して通り道に管とかをちゃんと、通しながらちゃんと縫ってあげると、通り道がなんとか保てるって、なかなかね、そうそう切るところではないので、一般的にあまり言われてないので、ちょっとこれは知っといた方がいいなと。で、この話から分かるように、涙の通りが悪くなったりだとかしてしまうと、それによって見にくくなるってことが結構あるんです。今回お話ししたのはバサッと切れた時ですよね。でもバサッと切れてなくても涙の通り道が悪くなることがあるんです。それは何か。年齢です。若い頃っていうのは涙が目から鼻からにかけて口にシューッとこう抜けてってくれるんですけど、下水が詰まってくるようにその通り道が徐々に年齢によって狭くなっていくんです。すると涙が出て鼻から口に抜けていかないので、結果として目に溜まってぐじゅぐじゅしてしまったりして、それが見づらさを作る。ただこの場合視力検査をしても全然問題ないんです。なぜか、瞬きしたり拭いたりなんだりすれば、視力検査の時って一瞬上とか右とか左とか下とか答えられれば大丈夫ですよね。でもあなたが人生生きてる時に一瞬答えられれば OK なんてことじゃないじゃないですか。車を運転してるんだったら絶えず前を見てなきゃいけないですよね。本を読んでるんだったら文字を一つずつ追っていかないと読めないわけですよね。っていうように一瞬じゃなくずっと使っていかなきゃいけない目なのに、視力検査というのはあくまであなたの一瞬の能力しか見てないんですよ。だから実際は結構見づらいんだけど、視力は 1.0 とか視力は 1.2 っていう風になっちゃうことがあり得るんですよね。じゃあこれをどうすればいいか。涙が出て多い場合は主治医に言って、場合によってはさっき言った涙の通り道が狭くなったのを広げる手術だとか治療を受けなきゃいけないってこともありますね。それをしてあげることによって涙の状態が良くなって、ちょっと潤いすぎてしまっていて、結果として見づらいなと感じているとか、調子悪いなとか、なんかこうかゆい感じとか、そういうのを感じられている方って意外といるんですよ。で、なんていうかな、年齢で一般的になるもので深刻な病気ではないわけですよね。本人にとっては辛いかもしれないんだけども、なんていうか失明するとかもうダメになっちゃうよってことはないわけよ。さっき言ったようになんだかんだやれば一瞬 1.0 が出るわけだから。ってなると主治医としてもこのぐらい
大したことないでしょうとか、年を取ればみんなこんなもんになるんだよと言いたくなっちゃうわけなんですよ。でも現実問題、あなたはそれで見づらさ、辛さを持っているってことがあります。なので意外と涙が出過ぎている感じや、それによって辛さを感じる場合はきちんとそのことを言って、辛いんであれば、治療をお受けになるといいと思いますね。なかなかその主治医が得意でない場合は、涙道、涙の道って書いてあるのの専門の医者っていうのも言っていますので、そういうところにかかると、じゃあこういう治療した方がいいですよっていうのがあります。結構ね、涙道は不得意だっていう眼科は意外と多いんですよ。なので涙道によって、例えば緑内障があって涙道の方も調子悪いとか、白内障もあって涙道も調子悪いとか、色素炎性症もあって涙道が調子悪いとかあるんですよ。なぜかっていうと、だって年だから、みんな少なからずある程度の年齢になってくるね。ちなみに若い時は流れるって言っても、若すぎて赤ちゃんの時は逆に通り道が狭くて結構涙出ちゃいます。赤ちゃんとお年寄りになってくると涙って多くなってくるんですね。多くっていうかね、溜まってしまうって感じで、お若い年齢の時の場合はそれが溜まりにくくてぐちゅぐちゅはしづらいっていう傾向があるっていうのは知っといていただけると、あなたの不調とかなんとなくの調子悪さっていうのの原因が実はそれが元だったってことに、気づいてくるので、ぜひぜひちょっと知っといていただければ。結構いるんですよね。例えば緑内障で視野が欠けていて、全部これが調子悪いと思っていて、でお話を聞いて目の状態を見ると、いや確かに緑内障もありますよと。でね、ご本人それを心配されて今いらっしゃってんだけど、そこかなって、違くて涙の通り道の問題じゃないって言って、そっちの治療をして、そしたら結構見やすくなって、私緑内障っていうかそっちだったんだ、いやいや緑内障もあるんでそれはちゃんと治療しなきゃダメですよみたいな、そういう、年齢の方もいらっしゃいますし、白内障とかでも白内障の手術をしたら良くなると思ってた、なのに手術をしたけどさっぱり良くならないっていうふうにおっしゃる方がいて、で見てみると、これご本人がおっしゃってるのってそっちの見づらさじゃないですよねと。例えば瞬きしたりしばらくした瞬間ってちょっと見えますって言うと、その時はいいんですけど、本とか読んだりなんかテレビ見たりしてるともう全然見てらんないんですよ。いやそれって涙の通り道かもねってことで溢れてて、逆もあるんですよ。目が乾燥しすぎてそれによって傷がついて調子悪くなってっていう人もいたりして、意外とその涙が多すぎても、はたまた逆に少なすぎても見づらさや調子悪さを作ってしまうっていうのを知っといていただけるといいかなと思います。今日はここ切れたら非常に問題なのでちょっと覚えておいてほしいという目頭のところですね。類小管というところが切れると問題なので、もしそういうところがバサッと切れちゃった場合はきちんと早くに眼科に行ってくださいっていうお話をしました。その上でなぜそうすると調子悪くなってしまうのか、涙が増えるとそれだけで見づらくなってしまいます、そういう話しました。それから年齢でも実はそれが悪くなるんですよ。だからこそ年齢で見づらくなってきたらそれの治療をすると良くなる方もいますと。逆に涙が少なくて調子悪くて見づらい、体調悪いな、調子悪いっていう方もいらっしゃるので、意外と他の病気を持っててプラスアルファってことがあるんだってことは知っておいていただければと思います。こんな感じでね、目の状態とかねアップしてますし、また、今日のお話みたいにこういうのは危険ですとかそういうのね動画もあるんで、ちょっとそれも見てください。で食事とかで日常気をつけることはないのって疑問よく受けるんですけど、食事の動画っていうのの再生リストっていうのもあるので、ちょっとそれを見ていただけると食事についていろいろお話しているので見てくださればと思います。ぜひ今後ともよろしくお願いします。